かく兵数が補充されるイメージ。混戦で一方的に叩いていたり、兵数や強さに有利がつく状況であれば、えっぐいほど有利に働くのではないかと期待しています。ポンプは大家好，我是プアル。ナムコの名作ファミリージョッキー、私の相場はハイテック、プアルです。プアルは昭和から馬娘ですね。コンプハーレンニャン6号です。はい、今回はライズ・オブ・キングダムから新規兵指揮官2人の紹介です。運用としては防衛指揮官と野戦指揮官ですね。硬くて使えそうなのか期待が高まります。今回は少し気になる回復スキルの使用がありました。どんなスキルなのかも注目して見ていきましょう。ではまずダビト4世から。ダビト4世はクルジアを統一し最盛期へと導いた王です。行政や軍を改革し首都トピリシを再建。十字軍時代からイスラム軍を撃退して領土を拡大したことから建設王と呼ばれます。持っている天賦は騎馬、防衛、コンボ、連撃です。初の連撃防衛の指揮官ですね。これは注目です。スキルを見ていきましょう。スキル1、AS ですね。ディトゴリの戦い。敵3部隊への扇形範囲攻撃 AOE ですね。怒り1000で発動。連撃1400ダメージ2回。防衛での扇形は後ろに回られると辛いところですが、騎馬には貴重な AOE ですね。自部隊にかかっている減速、中毒、弱体、通常デバフを2個まで浄化できるということで、これもありがたい効果ですね。オブジェクト攻略に T1 とミユリス特攻作戦とかありましたからね。ですね。それにも対抗できるのはありがたい。さあ、スキル2、勇猛なる鉄器。騎兵の防御 35% 上昇。防衛指揮官を務めるとき、受けるスキルダメージが 10% 減少。防御はやや高めですね。スキルダメージカットは防衛時のみですが、対弓ラリー用でしょうかね。スキル3、コーカサスの刃かな。防衛指揮官を務めるとき、連撃ダメージ 10% 上昇。そして基礎攻撃を行うと周囲敵3部隊に連撃ダメージ200。基礎攻撃で確定発動なので 1AS サイクルに2回ほど発動するかな。200ずつなので少ないダメージですがコンスタントに発動する上、多分円形 AOE だと思われるので補助としてはまずまずの効果。スキル4、領土回収。AS 発動すると3秒間ターゲットが受ける連撃ダメージが 40% 上昇。クールダウン5秒。これは結構優秀なスキルじゃないでしょうか。有効は3秒なので主将で使うことが想定されますかね。スキル5、復興王。防衛指揮官を務める場合、受けるダメージ 10% 減少。そしてターゲットが兵力 50% 未満の場合、与えるダメージが 5% 上昇。受けるダメージカットは硬さの上でトップクラスの効果。そして対ラリー戦では全く相手の兵数が減らないくらい圧倒的な戦いでもなければ、ある程度ターンが過ぎると相手は兵数 50% 未満になるので効果頻度は高いと見て良いでしょう。スワームへも同じことが言えるので、早めに手を出してきたスワーム部隊には少し多めの反撃ダメージを出すこともできるでしょう。なかなかいい効果じゃないでしょうか。特に良いところです。ダメージ 10% カットとスキルダメージ 10% カット。メイン AOE が扇形ではあるけども、多分補助は円形でもあるし、いい感じと言うべきでしょうか。ややオフェンス寄りの防衛指揮官なのかな。野戦運用となると上の3つの効果のみなので実用的ではなさそう。添付はこれが一例です。軍旗は三戦陣、法人あたりでしょう。都市防衛ならテルシオですね。ペアです。防御面とミックス防衛を考えてのヘラクレイオスが候補に浮かびますが、
直接スキルと連撃なのでシナジー的に難がありそう。そこで上がるのが連撃特化としてのヘクトル。これが機能するかというところですが、またソーシングでゴルゴーとペアになっていたアッティラがついに騎兵防衛デビューとなるかというところ。ワンチャンガムちゃんもありそうです。はい、次に紹介するカンガムちゃんですね。そこも見てみたい。そして諸葛亮防衛に憧れて円形 AOE のアキレウスをつけたいところですが、封印されるスキルが多すぎて防衛運用は厳しそうですね。ダキテーヌとはスキル攻撃と連撃なので、ダキテーヌの方でシナジーがないのは覚醒スキルくらいなので、騎兵防衛同士で最高のポテンシャルを出すのか見てみたいですね。このチャンネルは不定期投稿です。あなたが気づく前に投稿されることがあるので、このベルマークで設定をすることをお勧めします。これで動画が投稿された時などお知らせが来ますので、分かりやすいようにぜひチャンネル登録していってくださいね。はい、2人目はガムちゃん。ガムちゃん、発音や意味は分かりませんが、日本語としてもキャッチーですね。ここではガムちゃんと呼ばせてもらいましょう。添付は騎兵共通連撃の3つです。クジュの戦いで川をせき止め敵軍を撃ち大勝利を収めた高麗王朝の将軍。文武両面に優れ、韓国史上の民族的英雄として知られているようです。ではスキルを見ていきましょう。スキル 1AS 後陣の突進。怒り1000で発動の単体連撃攻撃です。1400ダメージ2回なので2800ダメージですね。そして5秒間自部隊に落星祝福という特殊効果を付与。騎兵ヒットポイント 5%、 防御力 5% 上昇。落星山の治療効果 100% 上昇ということで、アーサーの AOE が強すぎなのか、なんか単体ならもうちょいダメージが欲しい気もしますが、インフレになるとまずいのでしょう。バフがあるのでこれくらいのダメージで妥当なところなんでしょうかね。スキル2、重装騎兵。重装騎兵と聞くとレイノスと反応してしまうプアルですが、メガドライブのメカゲーム、視聴者さんの中で知っている方いるのでしょうか。いたら話が合うかもしれませんが、スキルを見ていきましょう。マップ上にいる場合、受けるダメージ 10% 減少、そして騎兵の行軍速度 20%、防御力 30% 上昇。これはいい効果。それなりの硬さが期待できますね。スキル3、落星山。野戦部隊の場合、通常ダメージ 15% 上昇、そして連撃ダメージを与えるとそのダメージ 10% 相当が回復するというもの。ここで注目は、回復した兵は再び回復できない兵となるが、回復した後ダメージを受けても重傷に入らず軽傷となるという特別枠になっています。今までの回復は回復で兵数を維持する代わりに重傷になる確率も上がり被害も増えていましたね。そう、それが今回の説明では、回復するとその分は必ず軽傷になる保証付きで兵数が維持できるので、これは病院リソースにかなり優しい仕様になってますね。決闘でもトレードにかなり有利に働く期待が持てますね。常にリソースカツカツのプアルにはありがたい効果。AS 後の5秒間と被れば連撃ダメージの 20% 相当の回復量となるということでいいのかな。クールダウンがないし AOE 持ちと組ませて連撃が多数に当たればかなり回復してくれそうですね。スキル4、怒涛の勢い。野戦部隊を攻撃する場合、連撃ダメージを与えると 30% の確率で命中した部隊は5秒間防御力 40% 減少する。クールダウン5秒、毎秒3回まで発動可能ということですが、掛け合えば防御 120% 減少ですが、多分防御 40% 減少が上限かと思います。前者ならすごいですが、後者でも AOE 連撃ダメージ持ちの指揮官とペアにすると周囲の敵に防御力減少効果が入るので、
この解釈が正しければ混戦で有力なスキルになるでしょうね。スキル5、奇襲大瓶かな、合ってる？スキル1の強化ですね。連撃ダメージ1500を2回とダメージが500上昇、トータル1000ダメージが上がり、騎兵のヒットポイントと防御力 10% 上昇とそれぞれ 5% 強化されています。そして落星山の治療効果が 150% 上昇と 50% の強化になっていますね。なので連撃ダメージの 25% が回復ということになるでしょう。ダメージが3000、バフは10とね、いい感じに上がってますね。そして25% 回復というのはざっくり巻き込んでの回復量はリチャード並みになるんじゃないかと簡単な計算で予想していますが、実際はどうでしょうかね。さあ、この指揮官のいいところです。防御力 30% 上昇、マップ上にいる場合受けるダメージ 10% 減少。最大の特徴はやはり継承保証での回復ですね。連撃ダメージの旅なのでペアによっては細かく兵数が補充されるイメージ。混戦で一方的に叩いていたり兵数や強さに有利がつく状況であればえっぐいほど有利に働くのではないかと期待しています。この長所である回復が野戦限定なので運用は野戦がメインでしょうね。ただスキル4はダビトのスキル3とシナジーがありスワームの対抗にもなりそうなので防衛もあるのかと試してみたくもなりますが、どうでしょうね。添付はこちら。軍旗は参戦陣です。ペアは副将アキレウス、主将アーサーあたりが主軸でしょう。副将フィリッポスも長期に居座れそうで良さそうですよね。副将ヘクトルも相性は良さそうですが単体同士なので撃破を稼ぐ面では少し難がありそうです。さあ今回の2人、ダビト防衛は多分アンチシャープールラリーになるでしょう。オシリスでは騎兵防衛重要ですし、特に騎兵防衛専門の方はね使えると踏んで育成準備に入っていいかと思います。歩兵騎兵のラリーに対しても期待は大です。メタ防衛になれるのか注目ですね。ガムちゃんはガチガチに強いという感じではないですし単体ダメージ指揮官なので中継ぎ感は否めない。しかしそれなりのダメージは取っていけそうですし現環境では連撃指揮官自体揃っていないので貴重な連撃メンバーとして重宝されるのではないでしょうか。連撃ペアを運用するなら使用しないと始まらないとも言えるかも。そして何といっても回復した兵は重傷にならないという仕様がどこまで効果的に働くのか、そのトレードが注目ポイントですよ。今回の期待が全て上振れてくれれば今期のメタになり得る実力を秘めているとプワル個人的には地味に期待しています。リリース時期ですが少し前の公式発表では11月末の予定でした。ですが11月末の MGE にはリストアップされていません。先行サーバーでは実装ということなんでしょうか。よくわかりませんがグローバルサーバーでは12月中になることが予想されます。登場スパンが短すぎるという声もありますのでこれくらいは問題ないでしょう。スキルの解釈が正しいかどうか実装してみないと分かりませんが実際の活躍っぷりを見るのが楽しみですね。今回の動画参考になった、次回も見たいと思ってくれた方は高評価でリアクションお願いします。感想や質問もね気軽に恥ずかしがらずにねコメントぜひお寄せくださいね。ご視聴ありがとうでした。ではまた。動画アップ予定日当日に召喚イベントが来ました。対応指揮官はガムちゃんです。課金なら11月14日本日召喚可能。無課金なら11月18日に召喚できる見込みです。この610円課金はお得なポップアップよりさらにお得になっています。金蔵は20個と1220円の手前までのアイテムが入手できるので育成を決めている方にはおすすめです。ダビト4世の召喚については依然不明です。12月の MGE ではなく
何らかの形で11月中に来るのか注目ですね。以上ディエンニャン6号より緊急追記情報でした。ではまた次回。おつぷはまたです。